京都で始まる空き家税とは、わかりやすく解説、空き家、持ってるだけで税金です。これ、京都市で本当に始まります。しかもこれ、不動産のルールを変えるかもしれません。その名前は、非居住住宅利活用促進税、いわゆる空き家税です。令和11年度から開始予定で、簡単に言うと、住んでいない家を持っているだけで、課税される制度です。まず、この税金の仕組みを説明します。ポイントはとてもシンプルです。住んでいる場合は、課税されません。貸している場合も、課税されません。売りに出している場合も、課税されません。でも、何もしていない場合は、課税されます。つまり、持っているだけではダメで、使っているかどうかが全てです。では、なぜ京都市は、この税金を作ったのか。理由は、主に3つです。空き家の増加、住宅不足、地価の上昇、つまり、使われていない家を市場に出してほしいという政策です。ここで一つ、リアルな例を考えてみてください。例えば、親が亡くなって実家を相続したとします。すぐに住む予定もない。でも、思い出があるから、そのままにしている。今まではこれで問題ありませんでした。でも、この制度が始まると、住んでいないだけで課税されます。しかも、すぐに売れるとは限りません。つまり、持っているだけでお金がかかり続ける。そんな状態になります。これ、かなり現実的に起こる話です。では、実際にどれくらい負担になるのか、物件によって違いますが、目安としては、固定資産税にプラスして、数万円から十数万円程度、追加でかかる可能性があります。これが毎年です。持っているだけで、毎年出ていくお金が増える。そうなるとどうなるか、多くの人が、売るか、貸すか、この判断を迫られます。ここで大きく変わるのが、不動産市場です。一番大きい変化は、売りに出される物件が増えること。今までは、とりあえず持っておく、という選択ができました。でも、これからは違います。持っているだけで、コストがかかる。だから、市場に出る物件が増える。ここで気になるのが価格です。結論から言うと、場所によって差が出ます。人気エリアは、むしろ維持される可能性があります。でも、需要が弱いエリアは、価格が下がる可能性があります。理由はシンプルで、使えるかどうかです。そして、この制度、相続にもかなり影響します。今までは、相続は資産というイメージでした。でも、これからは負担になるケースが増えます。空き家を持っているだけで、税金がかかるからです。だから今後は、相続したくないという人も増える可能性があります。ここで一つ、少し先の話をします。もしこの制度が、京都だけでなく、全国に広がったらどうなるのか。おそらく、売り物件が一気に増えて、使われていない土地が市場に出ます。そして、その結果、現金を持っている人や、投資判断ができる人が有利になります。つまり、不動産は持っているだけの資産ではなく、使える人の資産に変わっていきます。もちろん課題もあります。二重課税ではないか。相続した人の負担が増える。売り急ぎによる価格下落。こういった懸念もあります。今回のポイントをまとめます。京都で空き家税が導入予定。使っていない住宅に課税される。市場に物件を出すことが目的。相続や不動産の考え方が変わる可能性がある。これからの時代は、持っているかではなく、使えているかが重要になります。あなたの持っている不動産は使える資産ですか？それともコストになる資産ですか？ぜひコメントで教えてください。この空き家税、あなたは賛成ですか？反対ですか？理由もぜひ教えてください。